皆さんこんにちは、イグです。今日は手帳タイムをしていきたいと思います。で、雑談のテーマがこちら。珍しくカバーローテーション革。手帳に何を書けばいいかわからない日。私たちは一生地下通路芸人ということで、こちらをお話ししながら手帳タイムをしていきたいと思います。皆さんもよろしければ一緒に手帳を開いてお耳を貸してください。はい、ということでここに最近よく見る革カバーさんたちが集合してるんですけど、この他に私は革のカバーはシステム手帳がありますね。これもそうか。ほぼ日の TS ブラックも革ですね。で B6 サイズだとサニー手帳のカバーとかもあるんですけど、システム手帳だとロロマークラシックとカバン板垣っていうね、北海道のカバンメーカーさんが出している革のカバーがあって、前はそれを愛用してたんですけど、今はこのフクロウちゃんがもう大好きすぎてここから動く気がないので、今のところこの中で、このシステム手帳2冊といつもこのねデイリーを貼っている英語のノートにつけている赤い革カバー、これはブランクチュールさんで、ほぼ日カズン用に作ってもらったものになります。これとシステム手帳はそのまま使い続けたいと思います。一旦開けますね。で、この子たちをですねローテーションしました。今まではこれ覚えてますかね。このカバーを買った時に紹介はしたんですけど、アトリエコデルっていうところが出してるこれくっついてくるしおりなんですけどね、革カバーなんですよ。でブックカバーなんでここが結構厚いものも入るようになってまして、こちらをいつだろうな、去年のいつか買いまして、去年だよねわかんない、今年に入ってたかな、多分去年なんだけど、ここにほくろがあるとか言って騒いだことがあるんですけど、こちらを使ってました。これ何に使ってたかっていうと、100均のノートを入れてモヤモヤを書き出すノートとして使ってました。そしてこちらはさっきの赤いカバーと一緒でブランクチュールさんで作ってもらったほぼ日カズン用のカバーなんですけど、これに入っているのは365デイズノート1年分のやつを今入れてて、バレットジャーナルやりたいなって最近言ってたんだけど、やりたいなっていうところで止まっててこれはね止まってる状態。とりあえずポケットつけた状態です。私の得意なねで、私は過去にバレットジャーナルっぽいことをやってましたっていう話をしたんだけど、それって結構予定管理もやるし、タスクも書くし、日記も書くしって本当に一元化に近い状態で私はやってたんですね。それをやるとなると予定管理のこれとか他の日記とか被るじゃんって思って、バレットジャーナルやりたいけどできないかなって止まってるところ、そのまま雑記帳になっていきそうなやつこれと、あとこれが一番最近出てきたフクロウさんのブックカバーですね。これに最初入れてたのがこの365デイズノートでこうデコ日記をつけておりました。今日何の日に合わせてデコをしてあと一言書いてたんですけど、中身変えました。何に変えたかと言いますと、これは手帳タイムでよく見ますね。ほぼ日手帳、この日めくりカレンダーを貼っているほぼ日手帳を入れました。結構膨らんでも大丈夫そうなので入れてみました。まだ結構もうね膨らんでるけど余裕がある感じです。でこのほぼ日手帳別に日めくりカレンダーのみって決めてるわけじゃないから、何かあったらこう空きスペースに書けるようにはしてるので、その日にあったこととか普通のほぼ日手帳の使い方やっていこうかなと思って、で私がこのカバーを買った理由として、ほぼ日手帳というかもうおばあちゃんになっても持ってるカバーにしたいって言ってて、ほぼ日手帳ね一言その日にあったことを書いたりとか
していくためにって言って、来年ほぼ日手帳オリジナルを入れようと思って買ったんですよ。それまでにちょっとツヤツヤにしといた方が使いたくなるかなと思って今から使ってるんですけど、じゃあ今からほぼ日入れちゃえと思って入れましたっていうローテーションをして、このもやもやノート中に入れてたやつ、これは今何が入ってるのこれ紹介してなかった。これはこれです。今日は何の日を書いてる、ちょっと止まってるけど、今日は何の日を書いて、ちょこちょここう日記というか思ったことをちょこちょこ書いてるノートね。これが入ってます。もうちょい厚くてもいけるかな。でこれね、もやもやノートを入れてたんですよ。100均のノートを入れて、もやもやした時に書くノートを入れてたんだけど、それに革カバーつけるのちょっともったいないなって思い始めて変えました。いいことにね、テンションが上がることに革カバー、お気に入りの革カバーを使いたいので変えて、じゃあもやもやノートどこ行ったんだってなるとこっちになりました。これはカバー何もつけてません。ここに薄く見えるかな、100均でよく売ってるコンティニューっていうコンティニューノートです。中身方眼のこれね。これはセリアキャンドゥには売ってるね。ダイソーではちょっと見たことないかもしれないです。でこれ見覚えあるでしょ。これがこのカズンのカバーになってました。すごいこれ可愛いって言っていただいたサイダーの、違うサイダーじゃない、ラムネのおしぼり柄なんですけどね。剥がれてる。これを直接貼ってます。ちょっとここ剥がれてたねここちょっと両面テープで貼っておきますかっていうローテーションをしたんですっていう話。私カバーがねボロボロになっていくのが好きな人間なので、これは本当に100枚レターブックを貼っただけで、一応ここはメンディングテープで貼ってるんだけど、別に破れてもいいかなって感じで貼ってあります。透明のカバーとかもするつもりないですね。だって中身もやもやノートだからさ別にいいかなって思って。でこれはどこだっけ、ダイソー2色で100円のマステというかデザインテープなんですけど、道路みたいで歩道みたいでちょっと可愛いよね。これを貼ってます。でもやもやしたことを書いてるんですけど、そこに書くペンをねこれにしてみたんですよ。もやもやノートはもう何でもいい、いろいろコロコロ変えてるんです。ペンはジェットストリームの黒とか緑とか青とかいろいろね変えてるんですけど、この私のお気に入りのペンテルのハイブリッド、私が中学校の時に赤ペンとしてよく使ってたペンなんですけど、これを使ってみたところめちゃめちゃよくって、私好みという意味でね、濃淡出る、インクだまり出る、ちょっと細いけど細さはちょっと細いけど懐かしい感じもするし、あんまりねこう出なくなるっていうこともなくて、めっちゃいいこれって思ってね、これで書き始めてます。で自分手帳デイズもねこんな感じで今日青ペンで書いてるんですけど、多分これ自分手帳デイズこれでいくんじゃないかなずっとこの緑に戻ってきてたんだけど、しばらくこれでいくと思います。めちゃめちゃいい。で結構水性ボールペンっぽい感じがする、水性ボールペンのもう大先輩みたいな感じがしてたんだけど、乾いたらマーカー引けたんですよ。にじむことなくね。これ昨日書いた文字だからかもしれないんだけど、これマーカーがちゃんと引けて、これめっちゃ良くないって私の中でなってて、この子ねいい。で3本セットでしか売ってなくってさ、3本買ったんだけどちょっといっぱいあるからめっちゃ使ってみようかなと思ってる。で私はデイリーを書くのも青ペンね使ってて、この中身はユニボールシグの RT の青の 0.5 入ってますけど、結構こうリフィルって黒いじゃない線が。でそこに黒で描くよりも青で描いた方がこうパッて浮いて見えてすごいいいなって思って、私は青を使うようになったんですよ。青ペン必勝法みたいなのも
世の中にはありまして、勉強ね青ペンですると頭に入りやすいみたいな噂もありますけど、それとはちょっと手帳は違うんだけど、目にこう入ってきやすくていいなっていうので青ペンを使ってますね。で、これはデイリーにはこのこっちのノック式のを入れたいから、デイリーこれ書くときいちいちキャップ式はしんどいんでこのままいきますけど、他のノート系を書くときはこれかな、しばらくはっていう感じがしますね。でペンの話にまで飛んでいってしまったんですけど、今日の議題1番目でした。今のが珍しくカバーローテーション、革カバーのローテーションをしたよっていう話。私は革カバーは自分の中でねブームが来るんですね。何年かに1回その時にいくつか買うんですけど、可愛いのが出たからといって買うっていう感じではないんですよ。そこまでお金ないからねだから可愛いの出たけど今これ使っててめっちゃ可愛いと自分の中で可愛がってるから見送ろうっていうことが多いんですね。だからなかなかローテーションみたいなことはしないんだけど、ちょっと特にブックカバー系が、システム手帳じゃなくてね、ブックカバー系が溜まってきたなって感じて、もやもやノートに革カバーついてるなって思ってローテーションしてみましたっていう話です。ちょっとここで手帳を書きながらなんですけど、質問が来てたのでそれに1個だけお答えしたいと思います。まず書く手帳はデイリーを書くんですけど、スタンプ、昨日前回の動画で健康管理手帳をセットアップしたんですけど、この健康管理手帳は今日に限り柄がついているというね、この健康管理手帳に押しているスタンプの中でお薬のこのちっちゃいスタンプどこのですかっていう質問が来てました。後ほどコメントでもお返しするんですけど、ちょっと今日遅くなっちゃってごめんなさい。これはですね、お散歩ショッピングっていうサイトで買えます。概要欄にリンク貼っておきますが、そこのねお散歩ショッピングの中でこれで言うとこういうやつ、このちっちゃいアイコンのハンコがめっちゃくちゃ種類売ってます、こっちはねスタンプマルシェさんで、こっちほどじゃないんだけどめちゃくちゃ種類売ってます。でここもこれ選べたかな、長さロングかショートか選べたかもしれない。ちょっと選べなかったらごめんなさい。でこれはねほぼ日手帳のマスに合う大きさになってるんですよね。でトゥードゥの時に使ってるこれもそうで、これはウィークスの幅に合うようになってるんですよ。結構ねほぼ日手帳に使う手帳別っていう項目もあって、ほぼ日手帳に使えるハンコみたいな風に選べるので、これはこのウィークスのここの幅にぴったりになってますそうなんですよ、めっちゃ便利でしょ。お散歩ショッピングね、概要欄から行ってみてください。そう、薬のハンコってね大きいよね、他のところここにないや。でスタンプマルシェさんのやつとかね結構大きくて、このうんちのマークのサイズの薬とかだからさ、ちょっと大きいんですよね。でこのサイズどこですかってよく聞かれるんですけど、お散歩ショッピングでございます。私は結構前に買ったけど多分まだあるんじゃないかしらねもしかしたら受注制作かもしれない、遅くなるかもしれないですけど、買えたらいいなと思ってます。はい、では手帳を書いていきましょう。今日はゆるっとちょっとね時間がぎゅうぎゅうな感じなんですよ。明日もねぎゅうぎゅうな感じなんですけど、サクッとやっていきます。明日はロイヤルの爪切りに行ってきますね。これ昨日だね、昨日書いてこう。では今日の議題2つ目、手帳に何を書けばいいかわからない日ありますよね。この昨今の手帳ブームで手帳を始めたいと思って手帳を買ったはいいけど何書けばいいんだろうってなることもありますよね。こう何十年以上手帳やってても今日何書こうかなみたいな日はね必ずあります。そんな時のお助けネタはですね、必ず生きる上で必ずやっていることを書く。例えばご飯、お風呂、
トイレは別にいいか生きる上で必ずやってることはご飯、仕事、お風呂。仕事っていうと仕事のこと書き始めると愚痴になっていきやすいので、そこは気をつけて、今日何食べたかを書くだけでちゃんとその日の記録になります。でお風呂っていうのは入ったとかじゃなくてね、シャンプーこれにしたらめっちゃ良かったとか、ボディーソープこれめっちゃいいとか、ちょっとこれは合わないとか、匂いめっちゃ好きとか、そういうことでいいんですよ。それを書いておくと次買う時にも参考になるし、白紙にもならない。白紙いっぱい作ってるお前が書けよって感じですけどね。ここやっていきましょう。昨日はね、何のシールがいいかな。そうなんかね、手帳日記って何を書けばいいんだろうってなるけど、感情を書こうとすると筆が進まない人もいます。感情をブワーって書く人は感情を書く方が筆進むんだけど、作文が得意な人ね。でも作文って得意な人少なめでしょだから感情を書こうとすると止まるから、ログ、今日何したか、何食べたか、何したかだけでもいいと思うんですよ。でさ、最近さ、こういう続かない人はこうするといいよみたいなことをね、結構私言ってるんですよ、動画で。それは手帳に困った人が見てくれるといいなって、見てくれるっていうか聞いてくれると何かの助けになるかなと思ってやってるのと、私自身が困った時に自分の手帳の動画を聞いて、あ、そうだなって手帳初心者になってもう一回手帳モチベを上げられるように話してるんですよ。だから誰か困ってる人のためだけじゃなくて私のためでもあるのでやってるので、本当はもっと楽しいことを話したいのに、手帳始めて困ってる人が助かるような動画にしなきゃって言って作ってるわけではないので、そこは心配しないでください。コメントで心配してくれた方がいたんですよ。本当に見てくれてちゃんと聞いてくれてるんですね。ありがとうございます。大丈夫ですよ、私楽しんでますから、私自身もちゃんと。もしこのやり方がね、聞いててつまんないとか思った方には申し訳ないんですけど、私のためでもあるのでお付き合いいただけると助かるかなと思います。で、手帳を始めたけど、迷ってる方というか、どうすればいいんだってなってる方も、それやってみようかなって思えるようなことをお話できたらいいかなって。でそれを自分でね実践してやるってなると、また新しく手帳買ってってなるでしょ。だから私がこの動画の映像でやってるのはいつもの手帳タイムなんだけど、お話としていろんなネタを持ってきて雑談として話してることはいろいろです。手帳を始めた方に合うネタもあるし、私の日々の生活でのネタもあるし、それは概要欄でタイムスタンプをしてて、聞きたいところだけ聞けるようになってますのでそれでうまいこと飛んでいただければ。あと手帳タイムをしながら聞いている方は流し聞きしていただいても全然その方が嬉しいです全部聞いてもらえると、次の動画とかで動画でこうやって言った時にさって言ったら通じるから、結局は全部聞いてほしいんだけど、時間がないんだから早くその話題聞かしてよっていう方はタイムスタンプから飛ぶといいですよ。では、サクサクとこれを貼っちゃったことで今日の議題3つ目に行ってしまうんですけど、8番出口出れませんって書いたんですけど、これは今日の議題3つ目です。私たちは一生地下通路芸人、ね、昨日健吾のチャンネルの方でゲーム実況したいということで初めて8番出口をプレイしたんですよ。であれプレイヤーは1人なんだけど、そこでワイワイガヤを入れるという役割を仰せつかりまして、私も隣にいたんですけど、私は8番出口は小説で読んだんです。結構前なんだけど、だから忘れててさ、やり方とかで、思い出したのが、こう8番出口を目指して歩くんだけど、同じ前さっき通った道になっちゃうんだよね。
でさっき通った道で同じ状況のはずなのに、どっか間違い探しみたいな感じ。間違いを見つけたら引き返さなきゃいけない。でそれをこう歩いていって、向こうは0番出口ですっていうとこから始まるんだけど、正解だったら1、2、3って増えていくので、8番の出口に出れたら成功なんだけど、間違いがあったのに引き返さないでそれを見逃して進んじゃった場合はまた0に戻るのよ。でまた0、1でやっていくんだけど、まあ8まで行ってもまあ出れない。なんででさ、そのゲーム実況は健吾がね昨日やってて、パソコンでやってたから結構大きい画面でやってたから、健吾自身が酔うっていう珍事件があったんだけど、あれスマホのゲームでもあるんだよね。ですごい面白いと思って私もハマっちゃってさ、スマホゲームダウンロードしてやってたんだよ。でも出れないななんでマジでさ、一生地下通路芸人じゃないみたいな。めちゃめちゃ出れません。几帳面な人は覚えてるんだろうね。でこう間違い探しってこういう図面でやるでしょ。だけど自分のこう3次元の世界での間違い探しって結構難しいもんだよねって思った。一応これ小説もあるし映画もあるしゲームもあるから、割と映画見たら攻略本みたいな感じでわかるんじゃないかなと思ってね、昨日夜中に一人でこっそり映画見たんですよ、二宮さんのね。で映画は結構小説に沿ってやってるなって感じだったんだけど、映画見て何個かヒントは得られたんだけど、その視点なかったなみたいな、何個か得られたんだけどその後やってもダメだった私はやっぱり出れなかったんだよね。なんで今書いてるのは昨日の夜の分ね。昨日は夕飯はなんだっけ、昨日さっき Amazon で本探してたら認知症防止に昨日の日記を書くみたいなのあったけどね、全然思い出せないじゃん。認知症防止の一番効くものは食べ物だって健吾が言ってます。私もそう思うけどね。歩数、出れないって言っても割と楽しくゲームしてたんで、これニコニコマークです。昨日の分ね。で昨日現在飲んだのが、これは体質改善リフィル。私が昼夜逆転の生活を直そうと思って頑張ってるリフィルなんですけど、3時には飲んだんだけどそっから起きすぎた。あと昨日の、計画帳は OK でしょ。日誌帳、さっき本をね Amazon で探してたって言ったんだけど、私日記を読むのが好きなんですね。作家さんとかそういう著名人の結構出てるんだけど、文庫本になってなくてさ、ちょっとまだ買えてない。欲しいものリストに入れて終わってる。文庫本にならないと買いたくないんだよな。これ昨日のですけど、世界本の日ということで本のデコレーション、ちょっとこの辺はコーヒーあるけど本のデコレーションです。ゲームのこと書いとこうかこれで昨日の分が書けまして、今日の分に入ります。今日の書いたら終わりますね。モーニング、こんなもんかな。4行とか少ないけどこういう日もあって OK。 ルイヤルね。今日は寝る前にご飯、
明日爪切りってこと知ってるんでしょうか。健康管理はさっきバイタルチェックはしました。飲み忘れてるね。起きた時間ね。明日は早いのでこれで調整できたらいいな。4月24で、立志長4月24仕事来たね。もう午前納品忘れ恐怖症。で今日のデイリーメインのリフィルは少しさっき書いたんですけど、今日は植物学の日、牧野富太郎さんのお誕生日だそうですよ。ほぼ日の本でね一回表紙になってましたが、すごい繊細な植物の絵を描く方ですね。植物学者さんです。こんな感じで今日のデイリーが終わりました。あ、いいね。植物学の日にミモザの付箋だ。はい、ということで今回は、革カバーをちょっとだけローテーションしましたよという話をして、手帳に何を書けばいいかわからない日はこんなことでいいんですよみたいなことをお話ししながら手帳タイムをしていきました。あと8番出口から私たちが無事出れるように祈っててください。ということで今回ここまでにします。最後まで見ていただいてありがとうございました。ちょっとここ暗いカバーが多いから手が真っ白。ごめんなさいね、眩しくて。ではまた次の動画でお会いしましょう。リグでした。したらまたね。バイバイ。